はい、皆さんこんにちは。65歳退職後の保険料と税金。2年目の確定申告ということで、今回まとめてみましたので、最後までお聞きください。今日は2022年1月です。はい。ということで、いよいよ確定申告の時期が始まりましたので、早速2年目の確定申告をやってみたいと思います。社会保険料、国税、地方税ということで、確定申告というのはここにあります所得税というところになります。昨年はマイナンバーカードを読み込むための IC カードリーダーなる機器を持っておりませんでしたので、印刷して税務署へ郵送する方法をとっていたのですが、今年はスマホを使ってデータ送信ができるということなので、e-tax で申告してみようと思いました。ということで、e-tax で確定申告する前に、全体の流れを一覧表にまとめてみました。用意するもの、作業の流れ、メリット、デメリットと、4つの点に関してまとめてみましたので、ご覧ください。用意するものですね。パソコン、スマホ、源泉徴収票、各種控除証明書、マイナンバーカードですね。ちょっと以下、マイナンバーカードって長いので、マイカと呼ばさせていただきます。まあ、いいかなんてダジャレにもなりますし。はい。6つ目に所得控除ですね。どんな控除があるのか、自分に関係する控除には何があるのか、次ページで紹介します。7つ目にマイカのパスワードですね。自治体で申請したときに登録した4桁の利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書6桁から16桁ですね。これが必要になってきます。パスワードを忘れた方は、もう一度自治体に確認しておいていただいた方がいいかと思います。それから8つ目に、前年の確定申告書ですね。控除項目に漏れがないかの振り返りということで、役に立つかと思っております。それから作業の流れですね。9つありますが、大きく分けて4つの分類できると思っております。事前設定、それからデータの入力、電子署名、データの送信ということで、まず自分のスマホにマイナポータルというアプリをインストールしますと。パソコンに表示される二次元バーコードをスマホのマイナポータルから読み込む。スマホにマイカの4桁のパスワードを入れて、マイカをスキャンするということで、これが事前の設定ですね。これからマイカの私が入力しますよということの事前設定をするということですね。それから4つ目のパソコンで確定申告データを入力するということです。収入金額、控除金額、住所などの情報ですね。データを入力するということですね。それから5つ目にパソコンに表示される二次元バーコード1回目をスマホのマイナポータルから読み込むと。で、次にスマホにマイカの6桁から16桁のパスワードを入力してからマイカをスキャンするということですね。それから7つ目にパソコンに表示される二次元バーコード2回目をスマホのマイナポータルから読み込むと。で、スマホにマイカの4桁パスワードを入力してマイカをスキャンする。で、パソコン側でデータ送信すると。ただマイカのスキャンということで3回やらないといけないんですね。手間がかかってるんで、心当たりが将来的には1回で済むような形になってくればいいかなというところですね。でメリットですね。1つ目、申請書類を税務署へ持参したり郵送したりする作業がなくなるということですね。これはデータ送信ですから非常にいいですよね。メリットの2つ目、証明書類、源泉徴収票や控除証明書など紙を添付する必要がないということですね。それからメリットの3つ目、各種控除を自動で計算してくれます。自動計算ってやつですね。これも非常に助かりました。からデメリットですね。メリットもあればデメリットもあるということで、1つ目、マイカの紛失など個人情報流出のリスクが高くなるということですね。デメリットの2つ目、俗人的な作業となるため、
いくら家族でも操作方法が不明で、翌年の対応ができにくくなるという。もし私がここで死んでしまうと、いくら妻でも、その翌年の確定申告ってできないですよね。そこがちょっと難しい。マニュアルを作るにしても、ちょっと難しいかなと思うんですよね。何ですかね。デメリット3つ目、証明書類ですね。源泉徴収票や控除証明書など、紙を最低でも5年間は保管しておく必要があるということですね。添付する必要はないんですけども、5年間保管しておく必要があるということですね。はい。それから、先ほどの所得控除の種類ということで、15種類を調べてみました。これだけあるわけですね。これは2021年12月現在です。先月の情報ですね。いろいろと、控除の内容が変わるみたいですから、これは気をつけておかないといけないと思いますけど、今回、私の控除対象は4つありましたので、丸をつけてみましたということで、基礎控除ですね。ほとんどの人が受けられる控除ということで、基本48万円です。給与所得控除っていうのが別に55万ありまして、合わせて103万円となりますね。これがいわゆる103万円の壁ということで、所得税がかからない給与金額というところで、103万円となっておりますね。それから、社会保険料控除、国民年金、健康保険、介護保険など社会保険料を納めた場合の控除ですね。その年に納めた社会保険料の全額が控除されるということです。同一政権の家族について負担した分も対象となっているということですね。添付書類は社会保険料控除証明書というのがありますと送られてきましたね。それから3つ目に生命保険料控除。生命保険料を支払った場合の控除ということで最高12万円だそうです。同一生計の家族について負担した分も対象と。同じように添付書類としては生命保険料控除証明書というのがあるということですね。それから4つ目に配偶者控除ですね。対象の配偶者がいる場合に受けられる控除ということで、13万円、26万円か38万円と、配偶者の収入によって控除額が決まっているということですね。私の場合の所得控除は昨年1年間、1月から12月に支払った、まず1つ目、妻の60歳までの国民年金保険料ですね。これは妻の国民年金、1年分私が払ったんですね。これを、ここにあります、同一生計の家族について負担した分ということで、これも私の所得控除ということで計上していいということだったので、計上させてもらったという次第ですね。それから2つ目に会社の健保組合に支払った任意継続保険料ですね。健康保険料を支払った分と。それから3つ目に年金から転引きされる前に介護保険料を振り込んだ時がありました。4月と5月分でしたかね。その分が控除されるということです。それから4つ目に自分の支払った生命保険料ですね。それから一緒に妻が支払った妻の自分の生命保険料はここは含めていません。この同一生計の家族について負担した分というのは、ちょっと妻の場合はどうなのかが分かりませんでしたので、一応今年は除外しております。これの4つがあり、それぞれ厚労省、健保組合、自治体、保険会社からその控除証明書が郵送されてきました。一応これで申請して、おそらく還付されるんじゃないかなと、ワクワクしているところです。一応この所得控除の中からご自分に関連する項目を調べていただき、是非に漏れがないように皆さん節税をお願いしたいと思います。それから e-tax を使った電子申告の場合は、添付書類のほとんどについて提出を省略できるということです。ただし、提出を省略した書類は申告後も原則5年間は保管が必要となっているということですね。例えばこれ、社会保険料は社会保険料控除、生命保険料控除もありますね、証明書と。これ5年間は保管が必要ということですね。5年間も紙保管となりますと、紛失の恐れが出てくると思うんですよね。
各証明書をカメラで撮って、その画像保存でも対応かとしてもらうといいのかなと思うんですよね。また将来的には発行元のホームページで自分の証明書を閲覧できるシステムとなってくると、さらに良いかなと思っています。今後検討しないといけないと思っているところは、同一生計の家族について負担した分も対象と記載があるところです。これですね、妻の保険料を妻が支払った場合とか、妻の保険料を夫が支払った場合とか、どちらも夫の所得控除として良いのか、ちょっとここは疑問に思いました。そういう点は今後調べてみたいと思っております。この医療費控除も同一生計の家族について負担した分も対象となりますから、妻が医療費を支払った場合も、私が控除してもいいのかなということで思いました。4つ目に住宅ローン控除というのがここにないんですね。あれ、不思議だなと思って、調べましたら、これは税額控除という別枠になっておりました。関連する方はお手数ですがご自分で調べて、ぜひに節税をお願いいたしますと。要するに、給与所得控除、所得控除、税額控除と大きく控除が3つあるということですね。まあ、ちょっと複雑な気もしないでもないですけど、一応給与から差し引くことができる金額があると。所得から差し引くことができる項目があるし、税金そのものから控除できる項目があるということですね。はい。捜査開始ということで、今回、国税庁のホームページに捜査マニュアルがあることに気づきまして、それに沿ってやってみました。一つ目、まずは国税庁のホームページにアクセスします。ブラウザで国税庁と検索しますとありました。この図がそのホームページ開いたら出てきました。下図の確定申告特集と、この文字をクリックしました。それから3番目に下図のような画面になりまして、この赤丸の動画で見る確定申告というところをクリックしてみると、この中にいろいろなパターン別の入力マニュアルが公開されていることに気づきました。はい、4つ目ですね。数えてみますと、22個ものマニュアルがありました。この中で自分に当てはまる方法の動画再生を探して実際操作してみることにしました。動向再生ってありますので見ていったわけですけど、このいくつあるのかと思いまして、これ縦にスクロールすると下にずっとあったんですね。例えばこれがここにあって、こうずっとしていくと結局22個のマニュアルがあったんで、こう一覧にしてみたんですね。黄色い部分がスマホで操作する場合と、それからピンクがパソコンで操作する場合となっています。それから色がついてないものがありますね。共通部分とか、それからここに不動産関連、株式関連ですね、贈与税とありますので、関連する方は一度ご覧いただく方が良いかと思いました。それから、この中から私は、15番にあります年金収入がある方の確定申告を e-tax 送信入と、この動画を見ながら実際の入力をやってみました。結局最後にですね、申し上げますと、作成時間は丸1日かかってことで完了しました。マニュアルを見ながらわからないところを検証しながらの作業でしたので、結構かかったかなと思いました。それから2つ目にデータ送信まで完了したのですが、本当に税務署に到着しているのかなと、ちょっと不安に思っています。還付金が振り込まれるのか、1ヶ月ほど待ちたいと思っております。3つ目、私はパソコン操作の方が慣れておりますので、このパソコン方法を説明させていただきました。
スマホの操作が慣れていらっしゃる方はお手数ですが、ご自分でご確認のほどよろしくお願いいたします。4つ目、今後やりたいことというのが2つありまして、1つは同一性系の家族について負担した分も対象というところがありましたので、医療費控除もまで含めて調査していきたいと思っています。また、源泉徴収票のスマホ撮影とか、医療費控除の XML データ取り込みなど、自動化できる機能があるようですので、検証していきたいと思っております。5つ目、収入や源泉所得税、保険料の金額を入力するだけで、課税所得など自動計算してくれますので、点数をつけるとするならば、去年が70点で、今年は80点というところと思いました。残り20点は何かと言いますと、パスワードもマイカもそれぞれ3回も操作しないといけないところがマイナス点と思いました。はい、最後に追記ということで、確定申告データ送信してから3日経った時に税務署からお知らせメールが届きまして、そこに記載されている URL にログインすると、再度マイカを使ったスキャンが必要ですが、下図のような画面が開けて、受付完了と今精査中というメッセージボックスを見ることができました。これはありがたいと思いました。データを送信したら、こういうお知らせメールで返信が来たというところですね。これはいい機能だと思います。